結構でかいです。顔映さないんで撮ってもいいですか？あ、いいですよ。すいません。まずちょっと冷蔵この角気をつけてもらって、こちら上に上げます。すいませんね。はい。一番真ん中に出てもらえば。確認していくんですけど、はいあくまで検定になりますので、お客様のでも初め水が入らないかどうか。で、冷蔵庫が、水、初めに作った氷と2回目に作った氷は一度全部処分してもらって、はい、3回目の氷から飲食に使用してください。あとすみません。撮ったところ、YouTube にですね。あ、いいですよ。声だけ入って出ていいですよ。ありがとうございます。では、これで、はい。以上と。はい。来ると大変だったと思うんで。はい。はい。どうもありがとうございました。はい。スマートフォンをリモコンとして使用するには次へ。いや今この大きさのテレビが10万しないっていうかほぼ5万に近いってすごい。昔こういうの登録が完了。放送のこれはいいんですよね。いや結構いい。続いては洗濯機じゃねえや、こいつか。おお、だいぶ冷えてる。10ぐらいでいいな。氷ここに水入れるのかな。よいしょっと。ここに入れりゃいいのかな。やべえ。次、柔軟剤、ハミングフレア。これを自動投入用の毛。6でいいんだよね、これ。これだと。これでもうスタートしてんの？意味わかんないけど、もういけるのこれ。洗い12分じゃん。もうえねえでくれよ、頼むで。そうなんでもね。それじゃあね、洗濯してる間にちょっと遅い引っ越し祝いを。半額のお寿司で、お寿司たちで、マグロにスズキ、生トラウトサーモン、サワラブリ、アオリイカ、生ホタテ、タカノハ、カンパイチ、イカ、小豆ハタ。うわ、すげえなおい。これは合成じゃないでしょうかね。セッティングはこれなんだな。それじゃ醤油を。じゃあいただきます。
に住めるようになって普通の暮らしができるようになりました。一時はどうなるかと思ったんですけどね、なんとか冬になる前に家を手に入れて住むことができました。今月末には子供たちがこの家に遊びに来るんで、子供たちの反応を見るのも楽しみです。すごいボロい家ですけど、リフォームをしながらなんとか住める状態にはなったので、まだちょっとリフォームが全然終わってないので、リフォームが終わり次第リフォームしたところがどのぐらいかかってどういう風になったかっていうのを皆さんにお伝えできるなと思ってるんですけど、車上生活者じゃなくなったので、冷蔵庫も洗濯機も手に入って、あと暖房器具が手に入れば冬を越せるかなみたいなところまで来ましたね。普通に考えたらほとんど貯金がなくて、でアパートを借りて住もうと思っても洗濯機がない、冷蔵庫がない、テレビもない、電子レンジも、電子レンジは車の中にあるけど、オーブントースターも車の中にありますけど、寝具もないですし、もろもろ揃えるまでのお金がないかったので、やっぱり家買うローンの中にリフォームとその家具代を全部含めて入れて、でなんとか、必要最低限の生活に必要な家電だったり家具だったりが手に入ったわけです。家具付きのマンションとかアパートを借りればいいじゃんって思うんですけども、そうすると家賃すごく高いんですよね。私の住んでる長野県でレオパレスなどの家具付きってなると 1K や 1DK でだいたい4万後半から5万っていうところです。実際この家を購入して、でリフォームと家具家電を全部ひっくるめてでローン組んだ時には4万いくかいかないかっていう、そういうレベルなんですよね。普通に考えて、ワンルームのマンションに住むよりも、将来的なことも考えたらやっぱり中古の家買う方がお得というか、8畳ぐらいのワンルームに住んでてもやっぱり子供たち来た時にかなり狭いですし、物がいっぱい、私はいっぱい物を持ってますし、あとタイヤの置き場がないっていうのが一番のネックで、長野県は雪国でスタッドレスタイヤを履くもんですから、それを置く場所も確保しなきゃいけないと。3万、4万円までいかないな、3万円台で、月々払っていって25年で払い終わると。そうすれば将来子供が大人になった時に金銭面でお世話になったり迷惑かけることがなくなるんじゃないかなと。確かに目先のお金としたらやっぱそれだともっと安いところに住めばいいじゃんって思うんですけども、先々のことを考えると、子供に迷惑かけたくない。現実に家を買って中古の家を買って、最低限住めるように修繕しながら住んでいけば、一人でやっていけるかなとは思います。またね今後子供とここの縁側で窓開けて夏場バーベキューしたりもできますし、で中古で古民家なので固定資産税なんてほんと2万円とかですから。乾燥が始まってる。いつの間にか。いいね。でも洗濯機に3時間かかるんだけど、乾燥までで結構時間かかるな。乾いてる。いいよ、いい。使えることは実証できたな。昔のイメージで全然乾かないとかそういうイメージだったんですけどね、良さそうだ。いいよね。
住んでから見つけたやばい箇所を一つ見ていこうと思います。よいしょ。見てください、シロアリにがっつりやられてます。結構中まで食われてますね。ということで、ここはね自分で DIY でここをね自分で直していこうと思うんですけど、 DIY でちょっと穴がでかいので普通の木パテだとダメなので、今回は発泡ウレタンのグリーンフォーム、俗に言う硬質ウレタンフォームってやつで、要はこいつを吹きつけて中を補填して、その上で残りをこの木材補修用ウッドパテで埋めると。なのでどのくらい発泡するのこれ。うわ、カッターでねそぎ落としていくんで、一旦ちょっと多めに、こんな感じかな。どうですかねこれ。それじゃあね、だいぶ固まってきたので、そぎ落としていきたい。綺麗になりましたね。で、この奥にも張りに加えたところなんです。あそこもちょっとパテで埋めたいと思います。じゃあ準備します。じゃあね、できますか。いいじゃん、悪くない。自画自賛してみる。ここは難しいぞおい。ちょっと変だおい。いいな。もう一丁。ほら。よいしょ。よっしゃ、どうだい。パッと見は良さそうだよね。あるんですよ。この前下開けた時に見てもらったと思うんですけど、水腐れとシロアリがお風呂の周りが多くて、ただ修復しようにも取っちゃうと崩れてしまうので家が、なのでやれる範囲ってとこだったので、ここはもう自分で修復こんな感じでねやっていくだけですけど。こんな感じで、さて問題はですけど、もう一個あるんですよ。こんなのをね、ただ穴隠すだけですから、完全にどうにか直そうってそういうわけじゃないんで。こんな感じで。じゃあね、乾くまでこれでまた待ちます。でですね、最後にここちょっと隙間があるんですよね。
ル粘土、まあ違う木カル粘土か、100均で売ってたんでこれで埋めちゃえばいいかなと。パッと見虫が上がってきたりするの嫌なんでね、古い家ってねこういうことがあるんで、ざっくりねこんな感じで埋められたので、とりあえずここはこれで終了したいと思います。まあ乾いたらまた。24時間経ちました。まあ乾いてしっかりしてきてますかね。ベトベトしない。まあねこれヤスリで削ってこすりたいんですけど、こすると発泡レタン出てきちゃうんで、まあこんなもんでいいでしょう。こうもねこんな感じでしっかり埋まってます。下はねこれはやんなくてもよかったかなっていうレベルではあるんですけど、まあ隙間がないだけマシかなと、やらないよりはマシなぐらいってとこです。でこれでねもう閉められるようになったんで、ここもしっかり固まって、ここもしっかり塞がった感じですね。まあ穴を埋めるための応急処置なんであえて綺麗にしないです。だってこう柱自体まだボロボロで汚いんで、そこを綺麗にするってなったらもうなんか全部塗りたくなっちゃうので、とりあえずこれでまあ素人 DIY 下手にねこういうクロスのとこをね安いところでこすっちゃうとボロボロになっちゃいますし、とりあえずここから虫が上がってこないように穴が埋められればどうですかね。まあそれなりにはなったんじゃないですかね。あれだけでかい穴開いててなんとか塞ぐことできたんで、ガムテープで応急処置みたいなことじゃなくて普通にしっかりと穴を塞げたので、いいよいいよ、どうぞどうぞ。どうぞ。え？広い？これが父さんの勝手だね。で、そこ電気つけてごらん。ボタン押すの、そこの壁のところにあるボタンで中開けてごらん。だから泊まり来たらあれができるでね。はい、じゃあこっち。はい、まだ後で先こっち。で、そこに奥にある2つが2人のお布団もう買ってあるから。ニトリの N ウォームね。はい、いや後で食べたけどあげるから。でこっちが廊下。やっぱりそうだね。廊下。さあ中に入ってみましょう。テレビどう？見に行ってみるか。昔の家だよ。はい、じゃあ2階。おお、気をつけて。一部屋さ、障子の扉だから気をつけて。大丈夫か？ここは誰の部屋？ここ誰の部屋でもないよ。もし来たら泊まってもいいよ。秘密でしょ？あ、それ置いといていいよ。誰これ？それ押す、これを押すと電気消す。うちあるでしょ？1階だけあるでしょ？あそこもだよ。そう。ほらつくでしょ？で消す。はい、いくよ。そう、全部の部屋が掃除したから父さん。あ、開けとこな。ちょっと広い。匂い臭いけどね。カメムシ。あ、やめとけ。ちょっとこっち。カメムシいるからちょっと。そう入ってくるのよどっかから。すごいんよ。昔のでさ、外のさあれだけは。外今色塗ってるからね。
どう？広い？いい感じ？楽しめそう？